皆さん、こんにちは。お絵かきバーチャル YouTuber のやきまえるです。キャラクターの肌を綺麗に塗りたい。でも実際描いてみると、なんかくすんじゃったり、柔らかさが出なかったり、もっと柔らかく綺麗な肌が描きたいんだって方、多いんじゃないかと思います。実は先日、イラストオンライン教室パルミーのご提供で、肌の塗り方講座を受講させてもらったんですが、この講座の中で紹介されている塗り方で描いた肌がこちら。とっても綺麗な肌が簡単に描けちゃう方法が紹介されていたんです。で、こちらの描き方、なんと当チャンネルで紹介してもいいってパルミーさんが言ってくださったので、今回はこの肌の塗り方を紹介したいと思います。皆さんもこの肌の塗り方、ぜひやってみてください。それではスタート。それでは肌の塗り方を紹介していきます。パルミーの講座の内容そのままじゃなく、講座の内容をもとにマユルが描きやすい方法にちょっとねアレンジして描いていきます。で、今回の塗り方なんですが、大きく4つの構成で進めていきたいと思います。1つ目がメインの影塗り、2つ目が薄い色での彫り起こし、3つ目が質感を足す、最後に透明感を加える。この流れでやっていきたいと思います。まず最初にメインの影塗りです。影を塗るときは光源をね考えていきます。例えばこちらのイラストだったら、こっちから光が当たってるよっていうのを決めて影を塗っていきます。で、影を塗るときに大切なのが、まず大胆に塗ることです。例えばこう鼻のところには影がつくよなとか、髪の毛のここには影がつきそうだなとか、首にはここに影がつくかなみたいな、そういう細かい影は一旦後回しにして、例えばこのイラストだったら、こうまず頭部の丸があって、こう顔があるんだけど、シンプルにこんな感じでちょっと捉えてみて、それとは別に、顔の側面の部分があってっていう感じで捉えていきます。で、首も簡単な筒状の、なんで言うんだろう、トイレットペーパーの芯みたいなのがあって、で肩の部分も上部のがあって、板があって、みたいな感じで、胸があってっていう感じで、シンプルにね、捉えていきます。腕も、なんか、筒があるなーみたいな。で、こうやってシンプルに考えれば、皆さん丸があったり、円柱があったり、四角があったりっていう状態で、光が当たってるよーってなれば、なんとなく、こっちが影だなーみたいなのってわかるじゃないですか。こういうシンプルな感じで、まずね、ざっくり影を塗っていきます。で、影を塗るときは、今回ね、講座に習って G ペンでね、くっきりとアニメ塗りの要領で塗っていきたいなと思います。で、色選びなんですけど、肌のベースの色に対して、ちょっとね、ピンクがらせて、少し右下ぐらいかな。ほんのちょっとね、右のちょっと下ぐらいにずらした色がいいんじゃないかなと思います。肌を塗り分けたレイヤーの上に新しいレイヤーを追加して、下のレイヤーにクリッピングしていきます。で、そこに G ペンで、さっきの要領で、まずは顔の側面に当たる部分に影を大きく塗っていきます。で、耳も側面にあるから全部塗っちゃう。で、首のところも細かく塗るんじゃなくて、顔からの落ち影、顔から下に落ちる影っていうのかながあるので、大きく塗っていきます。で、腕も側面に当たる場所は全部がっつり塗ってっちゃう。はい、こんな感じでざっくり色が塗れたら、次はいろんなところの細かい落ち影ですね。例えばこのひらひらのレースがあったら、そこから下に落ちてる影があると思うので、そういったものを塗ってったり、あとはここの袖の部分にも少しね、落ち影があると思うんで、塗ってったり、あとは髪の毛のところにも落ち影があるので、そういうところを塗っていきます。で、この時なんですが、こういうものが近い時は、少しだけ影を入れて、こういう、例えば布と肌の距離が結構離れてるような距離があるときは、大きく影を入れていきます。この距離で影の大きさを変えるっていうのはとってもね、大切なことなんで、覚えておいてください。なので、肩のところはすごい距離が空いてるので、ほとんど影にしちゃって、袖のところとかは距離が近いので、少しだけ影を入れます。髪の毛と顔の部分も距離が近いので、あまり
影を強く落とさないようにします。で、ある程度塗ったらですね、この編集の色調補正の色相サイドメイドから塗った影の色を少しね、調整してみてもいいかもしれないです。ちょっと明るすぎたなと思ったら、こう明度を下げてみたり、こうサイドを上げてみたり、みたいなことをして、こう影の色調整できるので、こう自分のね、好きな感じになるように調整してみるといいと思います。はい、で、影を塗ったんですけど、このままだとただのアニメ塗りなので、ここから影をぼかしていきます。で、ぼかすルール2つありまして、1つ目は距離。2つ目は形状です。まず距離なんですけど、こう物がね、ボーンとあって、こう床があるとしたら、ここにできる影、遠くなるほどぼやけていって、ちょっと薄い色になっていきます。なので物体から距離が離れている場所を少しぼかしていきましょう。で、もう一つが形状になります。こう四角いものと丸いものがあって、当たり前ですけど、四角いものはね、こう、くっきりとした影が入ると思います。で、丸いものは、こう、ぼやけた影になると思います。なので、曲線にある影は少しぼかしていきましょう。この2つを意識して、実際にぼかしていきたいなと思います。わかりやすいのはまず腕ですね。腕のところ、しっかりぼかしていきたいなと思います。次、頭のね、影が下にあるところ、ここもね、ちょっと距離があるので少しぼかしておきましょう。次はほっぺたのところですね。顔、確かにね、立体的で前面と側面あるんですけど、少しね、これやっぱり曲線めいた部分なので、ぼかしを入れていきたいなと思います。はい、こんな感じでメインの影塗りは終了です。それではお次は薄い色での掘り起こしを行っていきます。なんじゃそりゃって方ね、いると思うんですが、これやるとね、めっちゃググググっとね、の質感良くなるので、ぜひね、皆さんやってみてください。まずですね、先ほど塗ったメインの影の上に新しいレイヤーを追加します。で、この新しいレイヤーにですね、肌の色で色を塗っていきます。どうやって塗っていくかっていうと、こんな感じで先ほどつけた影の内側にこんな感じで肌色を塗っていきます。他の部分も同じですね。こんな感じで肌色を塗っていきます。塗ってるところの角をね、少し色を残す感じで塗っていきます。こんな感じでどんどん塗っていきます。さっきぼかしたあたりは、こちらも少しぼかしておきましょう。よいしょよいしょっと。こんな感じですね。そしたらですね、このレイヤーの透明度ですね。透明度を下げていきます。こんな感じで、わずかに境界線のところだけ少し濃くなるぐらいに透明度を下げていきます。はい、できました。これをね、やるだけで、ほんとね、ちょっとした違いなんですけど、ぐぐぐっとね、肌の質感がいい感じになったんじゃないかなと思います。で、これなんでこういうことやってるのかっていうと、こう影って光と影の境界のところがちょっとサイドが上がったり濃くなったように見えたりとか、あとは影に対しての反射光とかっていうのがあるんだけど、これをやるとそういうのがそれっぽく表現できるんで、ぜひね、やってみてください。はい、そうしましたら次はね、質感を足していきます。先ほど作ったレイヤーの上に新しいレイヤーを作ってクリッピングしておきます。質感の足し方、いろいろあるので、これから順番に紹介していきます。まず一つは目の周りを塗るです。目の周りの影になりそうな部分に影を出していきます。ここも G ペンで色を塗ってしっかりね、ぼかしてなじませていきましょう。目の周りね、色塗ると結構ね、化粧みたいな感じになるので、女の子っぽさがぐぐぐっと上がるんじゃないかなと思います。まぶたもね、こう曲線っぽくなるように、少しね、ハイライトを入れてぼかしたりしていきます。で、次に質感として頬を塗っていきます。先ほど作ったレイヤーの上に新規レイヤーを作ってクリッピング。で、今回ね、こちら、定山っていうね、種類に変えていきます。で、色味はもうちょっと赤っぽい色にして、こう薄い赤ぐらいな感じの色にしていきます。この状態でね、エアブラシとかで、こう、頬って言ってもね、こう、目尻っていうんでしょうかね。目の後ろの方に
色をつけていくと可愛い感じになりやすいと思います。一貫ね、結構大きめに入れちゃって、レイヤーの不透明度を下げて色味を調整していきます。そしたらさらにね、もう一個新しいレイヤーを作ってクリッピング。レイヤーの種類は定山レイヤーに変えておきます。で、ここに鉛筆っぽい感じのペンでですね、こんな感じで見えるかな？カシャ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 カとうっすらなんですけど、線を入れていきます。これやるとね、めちゃくちゃ可愛くなるんで、ぜひね、皆さんやってみてください。そしたら次は鼻の影を塗っていきます。また新規レイヤー、クリッピングした状態にして、G ペンで鼻の影を塗っていきます。で、この時鼻の影になるとこに影を塗って、ぼかしをね、加えるんですけど、あんまりこれ影がね、濃すぎると、ちょっと鼻が高くてリアルな感じになっちゃうので、少しね、薄い感じでほんのり入ってるぐらいが可愛いんじゃないかなと思います。そして次に唇を塗っていきたいなと思います。また、新規レイヤーを作ってクリッピング。頬に使った色をスポイトして、エアブラシツールでほんのり口の下にこんな感じで唇の色をつけていきます。ちっちゃくね、ハイライトを入れるとプルルン感が出るんでおすすめです。はい、そして最後の質感なんですけど、大きく影を入れ、立体感を出していきます。これね、マユルパルミーの講座で初めて見て、面白いって思ったんで、ぜひね、皆さんもやってみてください。新規レイヤーを作って、下のレイヤーにクリッピング。この状態で影の色をスポイトして、顔全体に思いっきり塗っていきます。で、鼻のあたりをV 字に削って、しっかりぼかしていきます。で、このレイヤーの不透明度をめっちゃ下げる。こんな感じ、わかるかわからないかぐらいの薄い影を入れていきます。こんな感じの、これがないとき、これがあるとき、違いわかるかな？ほんとね、これぐらいのわずかな影を顔に入れていきます。どうしてもイラストの顔ってのっぺりしがちなんですけど、こういう薄い影を入れることによって、ほんの少しだけど立体感が加わって、そののっぺり感がなくなってめっちゃいい感じになるっていう方法です。これね、どんどん使っていきたいなって思いました。はい、ということで質感足し終わりました。これで影完了でもいいんですが、さらに暗い影を、ここは絶対に暗くなるなっていうところに、ちょっと加えるだけで、めっちゃ良くなるんで、ちょっと入れていきたいなと思います。新規レイヤーを作って、下のレイヤーにクリッピング。影の色をスポイトして、さらにね、ちょっと暗い色にしていきます。ちょっと色もピンクに寄せていきます。まずはこういう耳の影のところとかですね。塗ってったり、あとはこの髪の毛の根元のところとか、あとは首ですね、首のこういう奥まってるところとか、髪の毛も根元のところとかですね。本当に入れてるか入れてないか微妙だなってぐらいな影を入れていきます。こんな感じで本当にね、ちょっと入れてみただけなんですけど、これだけでもかなり絵が引き締まるので、ぜひね、一手間加えてみてください。はい、ということで質感を加え終わったので、最後に透明感を足していきたいと思います。新しいレイヤーを作って下のレイヤーにクリッピング。そしたらこの透明っぽい色って言うんですかね。ちょっと水色っぽい、ちょっとくすんだ水色っぽい色を選んでいきます。この色で先ほど光の向きはこっちだよって言った反対側ですね。こっち側。こっちから光が当たったとしたら当たりそうなところにこの青い色を少し置いていきます。例えば腕のこっち側ですとか、あとは首の部分とか、あとほっぺたのこの辺とか、あと耳のあたりとかですね。G ペンで塗ったらしっかりね、ぼかしていきます。そしたらこのレイヤーの不透明度をかなり下げていきます。はい、こんな感じで色が入ってるか入ってないかわからないくらいまで下げていきました。これが入ってる状態で、これが入ってない状態。こんな感じで少し水色を加えると透明感が出るので、ぜひやってみてください。はい、ということで影塗り終わったんですが、最後に色味を調整していきましょう。
レイヤーから新規色補調レイヤー、そしてトーンカーブを選択します。で、ここでちょっと今回影の塗り薄くしすぎちゃったなーって思ってるんで、カーブをね、ぐぐぐぐっと下に反らせると、どんどんね、影の色が濃くなっていきます。はい、こんな感じで調整してみました。このできたトーンカーブレイヤー、下のレイヤーにクリッピングしておけば肌にだけ適用されます。これめっちゃ便利なんで、ぜひね、皆さんもやってみてください。はい、ということで、髪を塗って、服を塗ったら、完成です。こんな感じですごい簡単に綺麗な肌を塗ることができました。ぜひ皆さんもこの動画を見ながら肌を塗ってみてください。今回の内容はパルミーのブラシ塗り講座の一部なんですが、元の講座では肌だけでなくキャラクター全体の塗り方を詳しく紹介してくれているので、キャラクターの塗りが上手くなりたい方はぜひチェックしてみてください。で、そのパルミーなんですが、パルミーはイラスト漫画の描き方が学べるオンライン教室で、キャラクターの描き方、背景イラストなどたくさんの講座が受講できます。パルミーでは講座一つ一つが販売されているわけではなく、月謝制なので決まった金額で全ての動画が視聴し放題なんです。短期間で見ればめちゃくちゃお得にイラストを学ぶことができちゃうのがいいところです。でもお金ないよ、効果があるか不安だよって方いると思うんですが、なんとパルミーには無料7日間のお試し期間があるんです。しかもお試し期間でも制限なく全ての講座が視聴できちゃうんです。なのでゴールデンウィークとか長期休暇のタイミングにお試し期間を使っていっぱい受講すると無料でいっぱい学べちゃうのでマジでお得です。ぜひやってみてください。無料の7日間お試しは概要欄やコメント欄のリンクから使うことができちゃいますよ。さらにですよ、この動画を見てくれている皆さんにお得なお知らせです。なんとこの動画の概要欄やコメント欄にある URL からパルミーを始めると初月 20% オフになる期間限定キャンペーンも開催しちゃいます。お試し期間7日間の後にそのまま継続利用してもらうと初月料金 20% オフが適用されるとってもお得なキャンペーンになっています。ちなみにもう無料お試ししたことあるよという方も初月 20% オフされるキャンペーンなのでぜひねチェックしてみてください。キャンペーン期間が短いので興味がある方は忘れないように始めてくださいね。あとこれは注意点なんですが、過去にパルミーを紹介しているマユルの他の動画の URL だと割引が効かないのでご注意ください。この動画のリンクから7日間のお試しや再開のお申し込みを行うようにしてください。さて、ここでさらにビッグなお知らせです。なんとパルミー、今年4月に大幅バージョンアップいたしまして嬉しいサービスが追加されました。まず500点以上のポーズ資料が無料で使えちゃいます。こちらトレスフリーですので素材としてもすごくありがたいですし、ドローイング練習機能もあってこんな感じでね、日々の練習にも使うことができちゃいます。そしてもう一つは自分のイラストレベルチェックが定期的に受けられるようになりました。って何勉強したらいいかわからないっていうことあると思うんですが、これはサンプルなんですけど、こんな感じで評価とともにやるべきこととかを教えてもらえるので、定期的にチェックを受けることでモチベにもなるし、いい指針にもなるんじゃないかなと思います。そして最後に個人的にはこれが一番お得なんじゃないかなと思うのが、連作が毎月受けられるようになりました。連作って普通に頼むとそれだけで最低でも数千円かかることが多いので、それが毎月受けられるのはすごく嬉しいアップデートだと思います。パルミーは講座の受講だけでなく、こんな感じでポーズ資料やレベルチェック、添削サービスなどもついていて、さらに何でも相談や授業の質問ができる窓口もあったりと、とっても内容が充実しています。意外に知られていないのが、学生は学割で半額で受講できるので本当にお得だったりします。まずは概要欄のリンクからぜひ無料お試し7日間で利用してみてください。それでは肌の塗り方講座でした。なんと僕の初書籍、大切なのは練習や勉強だけじゃない絵が上手くなる5つの習慣が好評発売中です。ぜひゲットしてください。またこのチャンネルではお絵描き関連の動画をたくさんアップしています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。では